うまい飯があるところにうまい酒あり。美食の宝庫土佐高知で同じく豊かな風土に育まれた土佐酒、その究極のマリアージュを料理研究家の服部先生が提案する蔵で会いましょう。高知にある全18の酒蔵を巡り、その土地土地の食材で料理する最高のマリアージュとは。服部先生がやってきたのは土佐市。ここは清流仁淀川と太平洋の合流地。土佐文旦に改良土佐節、ウツボのたたきが生まれた地としても知られています。その山あいの小さな集落にありながら、世界中に多くのファンを持つ一つの蔵があります。すみません、服部です。ようこそおいでいただきましてありがとうございます。訪れたのは1897年創業の亀泉酒造。迎えてくれたのは社長兼当時の西原和人さん。亀泉という名前の由来がこの蔵の中にあるといいます。こちらにありますけれども、はい。これ井戸ですか？井戸ですね。この辺にもう江戸時代の以前からどんな干ばつにも枯れない万年の泉、鶴は千年、亀は万年ということで亀泉と名付けました。あ、そういうことですか。この恵みの水で酒造りを始めて120年余り。亀泉酒造は全国新酒鑑評会で4度金賞を受賞。海外の受賞歴も多く、世界一おいしい市販酒を決める品評会では今年第2位を受賞。国境を越え世界で多くの方々に愛されています。中でも海外のファンから絶大な人気を集めるのが、一番売れてるセル24という酵母を使ったお酒です。セル24。はい、酵母名がお酒の名前になっておりまして、日本酒はいろんな料理に合いますけども、これは特にフレンチでもイタリアンでも合うと思います。外国の方々にこれ受けますね。そうですね。全体の生産量の3割ぐらいが海外へ行ってて、やっぱりそのうちの8割がセル24です。なるほど。やっぱり香り高いっていうことと、それに甘みがねあるんですね。それが非常に受けてる理由だと僕は思いますけどね。リンゴ系の香りとすっきりとした甘さが特徴のセル24。まるで白ワインと思うほど飲み口華やかです。セル24は中国や韓国、そして香港を中心に今や生産が追いつかないほどの人気。その理由を以前日本酒にも造詣が深いソムリエの田崎真也さんはこう語っていました。量が増えてきてるのは中国、韓国、あと香港。そこはペアリングとかっていう感じではなくて、マッコリに代わってこのもっとクリアで香り華やかなんでっていうふうにして飲み始めているんで。韓国でもこれ受けてるんですか？こういうタイプすごく受けます。あと香港の市場なんか。そんなセル24のラベルには西原社長の日本酒造りのポリシーが刻まれています。セル24っていうのがバシッと出てですね、酵母ですね。そうです。アルコール分 14%。これがタンクごとに違いまして、そうですか。こういう違う数字のがいっぱいあります。はいはいはい。同じ銘柄のお酒で成分が違う。実はこれこそ亀泉の酒造りの真髄なのです。こちらに並んでるタンクでセル24を仕込んでおります。現在総数で70本のうちの50本がセル24です。そうですか。タンク1本ごとに
微妙に成分が違っててああいうラベルができて、そう日本酒は仕込む日の温度で発酵のスピードが変わるなど、同じ銘柄でもタンクごとに誤差が出るもの。通常は一定の数値に調整するのですが、亀泉のセル24は数値は見た上であえて統一しない。タンクごとに西原社長が好みの味に仕上げていきます。それはどうしていいと思われたんですか？いやまあ違うのが面白いかなという考え方ですね。セル24の酒造りを始めてから亀泉は新たにモットーを掲げました。それは美味しい、楽しい、面白い。その斬新な酒造りは愛好家のマニア心をくすぐり、毎年複数のボトルを飲み比べて味の違いを楽しむつわものもいるんだとか。これも25年前からやってるんですけども、最初はもうなかなか売れなかったですね。これは香りが高い、甘みが効いてる、酸味が効いてるということで。そう、この一本が認められるまでには実に16年の月日がかかったのです。その道のりは険しいものでした。高知で受け入れられる土佐酒の主流は昔から淡麗辛口。そんな中、土佐酒の販路を広めるために動いたのが高知県工業技術センターでした。高知大学と共同研究を行い、リンゴ系の香り高く甘いお酒ができる酵母セル24を開発。1998年に県内18の蔵に試験醸造を呼びかけるも、ほとんどの蔵は手を挙げないか早々に辞退。この新酵母を受け入れた蔵は唯一亀泉酒造だけでした。楽しいかな、面白いかなということで感じたんで、まあお客様もそうなってほしいなというか。しかし淡麗辛口が主流の高知では、高知の女性から言わせてもらうと、こんなのは日本酒じゃないと言われたこともありますけども、全く見向きもされない現実。そこで西原社長が向かったのが、地酒を扱う東京でも指折りの名店2軒。セル24を抱え自ら売り込みに行ったのです。果たしてお店の反応は。こんなお酒、多分あれ初めての出会いでしたもんね。例えとしたらワインだっていうことしか言えなかったですね。もうそれ売りたいっていうことですよね。今までそのお酒そういうタイプなかったんですね。香りがあって旨味があって、何しろ作りが綺麗というところがやっぱりうちのお店の集めていたお酒にマッチしていたと思います。もうセル24の出来、西原さんの熱意というか、その蔵のお酒の良さに惹かれて使い始めたと。亀泉のセル24を面白いと感じた2軒の居酒屋。しかもそれぞれ個性的なメニューを提案してくれました。レバーパテにトマトのおでん。振り幅の大きい2品を見た西原社長、やはりこのお酒には可能性があると改めて作り続けることを決意しました。そして鳴かず飛ばずの日々を過ごして16年目、ついにその時が来ました。甘くもすっきりとした飲み口が美味しいと評判になり、幅広い客層に広まっていったのです。
甘くないよね。甘いけどすっきりだからどの料理にも合うし、お魚にも合うと思うんですよ。他にないよね、この味はね。あんまり人気になっちゃうと我々飲めなくなっちゃうからちょっと心配。酒屋さんの方にこの間も問い合わせたら、もう品切れの状態で他の酒屋さんに当たって集めているところでございます。初心者からお酒飲み慣れてる方でもですね、幅広い範囲で、いろんなお食事にも合いますし、単体で飲んでも美味しいと。低アルコールにしてうまくて華やかでという、そういうところが今のニーズに応えられているお酒になっているのかと思います。20年が早すぎたというか、最初ね、時代を先を行き過ぎてたんで受け入れられなかったというか、それはもう時代が追いついてきたということですね。面白いからやる。西原社長の酒へのまっすぐな思いが形となり、これまでの日本酒の概念を覆したセル24。高知や全国、そして世界で愛される土佐酒となったこのお酒の究極のマリアージュとは。まずは西原社長おすすめのマリアージュ、遊び心が感じられる飲み方の提案です。ちょっと味わってみてください。トマトが引き締まりますね。そうそう、甘さがあんまり抑えられるという。これ本当素敵なお味になりましたね。こうやって合わせられたってこれいいね発想ですね。なぜトマトとセル24が合うのか。それは甘み、酸味、香りが似ていて調和するからなんだとか。トマトとの抜群の相性が分かったところで食材探し。地元土佐市で服部先生が選んだのはトマトとトマトジュース。フルーツトマトそのままをジュースにしたフルトマ。2006年に当時の皇后美智子さまが妊娠中の秋篠宮紀子さまに贈られたことで全国的に注目された一品です。さらに高知の定番野菜琉球を手にした服部先生。果たしてどんな料理を完成させるのでしょう。いざ実食。リゾット的な感じですか。これは赤いのはトマトがトマトですね。チーズ、洋食な感じってことですよね。一応ねラタトゥイユを作ろうかなと思ってね。ラタトゥイユ、野菜のごった煮みたいなものですね。結構トマトが相当主役としてね大きな役目をするんですよ。トマトのうまみと酸味、野菜の甘みを生かしたフランス南部の郷土料理ラタトゥイユ。それをアレンジした服部流。その全貌とは。まずはニンニク、玉ねぎにお塩、生トマト、そしてより深い旨みと甘みをもたらす濃厚なフルーツトマトジュース。そこに炒めた野菜を合わせ、さらに琉球を。酢の物や汁物、刺身のつまなど主に和の料理で使われる琉球。果たしてフレンチの定番料理との相性は。美味しいですね。トマトの酸味も効いてて、もうシャキシャキしてあって琉球。シャキシャキだね。琉球にそのソースとかトマトの味が染み込んでてお酒になります。いい肌にしてます。具材をじっくり炒めて旨味を凝縮するラタトゥイユ。本来野菜がクタクタにな
なるまで煮込みますが、そこに加えたのが琉球。加熱しても食感が残る琉球はシャキシャキと存在感を発揮。しかもスポンジのように周りの具材のうまみを吸って、噛むほどに野菜の美味しさが際立ちます。さらに服部流には普通ラタトゥイユには使われない優秀なまとめ役が。全体的にくっつける役目をしたのがね、チーズなんですね。酸味が効いたラタトゥイユにコクのあるチーズの風味をプラスすると、具材の味がまとまってよりお酒が進む一品に。合います。バッチリですね。想像つかないことをやってみるのが亀泉のもっと美味しい、楽しい、面白いで、料理もそういうふうにいろいろ試してほしいなと思いますね。酸味、甘み、香り、人と同じく酒と料理も似た者同士が惹かれ合う。さあ服部先生、次はどの蔵で会いましょう。